皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁目手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。2026年になりましたので、新年のご挨拶からさせていただきたいと思います。それでは改めまして、皆様新年明けましておめでとうございます。2026年も皆様にとって幸多き年になりますようにお祈りするとともに、今年はメイドさんたちもいよいよ海外ツアーということで、さらなる飛躍の年となると思いますので、一緒に盛り上がって楽しみましょう。本年もお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、今回は昨年2025年12月27日から31日に千葉県幕張メッセで開催されましたカウントダウンジャパン2526の Day3、29日の公演にバンドメイドが初出演するということで、私的にも初となるカウントダウンジャパンに行ってまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。私がバンドメイドを発見し、お名手様になってお給仕に帰宅するようになってから、こんなに年末にお給仕というかメイドさんたちのイベントがあるのは初めてで、いつもなら年内にお給仕のレポートを出せていたのですが、今年は年が明けてから公開となってしまいました。でもいつもであれば今年も楽しかったなみたいになっているところを、2025年は本当に最後まで楽しませてくれたということで、最高に得した気分でした。通常の給仕と違って夕方から始まるというものではありませんので、当然前日の12月28日に移動を開始します。ものすごくいい天気で気持ちいい中、師走でちょっと慌ただしい地元を午前中に離れまして、いつものように新幹線で新大阪から東京へ向かいます。東京駅で永遠通路を歩いて京葉線に乗り換えて海浜幕張を目指します。いつも海浜幕張駅に着くと人でいっぱいなイメージがあるのですが、時間的に開催中だからか静かで落ち着いていました。今回はなぜか奮発してホテルはニューオータニ幕張を取っていましたので、そのままチェックインします。さすがにまず豪華な感じの部屋でした。その日の夜は仲良くさせていただいているお名手様の東寺さんと海浜幕張駅で落ち合って、いい年をした2人で晩べ話に盛り上がりながら前夜祭を楽しみます。私的には年内に出そうと思っていた動画も投稿し終えて、晴れた気分で楽しく飲んで食べて語られました。ということで公演当日となり、昼前に会場に向かいます。今回のカウントダウンジャパンではステージ前方エリアチケットというのがあり、7列目ではありましたが、運よくそのチケットもゲットできていましたので、いつものフェスのように出番の 3,4 ステージ前から場所をキープしておく必要がなくて、めちゃくちゃいい仕組みだと思うので、ぜひ他でもやってほしいですね。会場は9から11ホール全体がエントランスホールになっていて、まずはそこから入ります。中に入るとさすがにものすごく広くて、物販やクロークもあります。ここは今年のサマソニの時にメイドさんたちがやったステージですし、ハイドさんのライブもここでしたので、私的には今年4回目になりますが、全てのエリアがエントランスホールになっているのもすごいですし、人もすごかったです。事前購入しておいたクロークチケットを使って、クロークに上着と荷物を預けます。それで会場があるメイン会場の方へ移動しますが、クロークに上着を預けた状態で一瞬外に出る形になるので寒いかと思ったら、この日はすごくいい天気なのもあって結構暖かかったので助かりました。メインの会場に入るともうお祭り騒ぎのようになっていますので気分も上がります。今回メイドさんたちが出演するステージはコスモステージということで比較的小さめのステージです。とりあえずまずは会場の様子を見るためにコスモステージというか真ん中の階段を降りてメインのフードエリアに入ります。すでにかなりの人が入っていました。カウントダウンジャパンということで真ん中に大きなカウントダウンの表示がありました。あと60時間と50分くらいということですね。お昼も近かったのでとりあえず早めの昼食をとることにしまして、なんとなく富士宮焼きそばが美味しそうでしたのでそれとビールにしました。なかなか美味しかったです。それでまだ昼前でしたので会場をいろいろ見回ってアストロエリアにも寄ってみました。神社みたいなのがあっておみくじもあったので引いたりしてみましたが、小吉という良くも悪くもない結果でした。あとチョコバナナなんかも食べてメインホールに戻ります。カウントダウンジャパン名物らしいタイムテーブルの写真を撮ったり、ロックのオブジェクトを撮ったりしてたら、知り合いの名手様たちが集まってましたので合流します。そうこうしているとメイドさんのステージが近づいてきましたので、コスモステージに移動して前方エリアから入場します。床に番号が書いてある枠がありましたので、7列目11番と書かれた枠に立ちます。位置的にはちょうど小鳩さん前で視界は良好です。周りは知り合いのお名手様たちだらけで、もう盛り上がること間違いなしと確信しました。スタッフさんのサウンドチェックが終わったところで、ミンチョウ、ミサさん、あーちゃん、小鳩さんがステージに出てきて大歓声が上がります。楽器隊4人のサウンドチェックが始まります。まずはあーちゃんを中心にドラムのサウンドチェックに入りますが、バスドラ、スネアとチェックして、その後のタムのチェックがタム回しみたいになっていて、もうすでにかっこよかったです。それで次はミサさんでいつものようにクールにかっこよくベースのサウンドチェックをします。次はミンチョがはいお願いしますみたいに言ってサウンドチェックに入ります。
最後に小畑さんのサウンドチェックになりますが、いきなりマイクに向かってポーって言ってましたね。なんかスタッフさんから多分ギターの音が異常にちっちゃいねみたいに言われて、またポーとかって返してました。前方エリアは普通ににこやかに聞いてましたが、よく考えたら初見の方は何々みたいになっていたと思います。でもギターの音が大きくなったので、小畑さんがなんとかちゃんのせいみたいだったポーみたいに言ってましたね。なんとかはわかりませんでした。あとエフェクターのスイッチを切り替えてクリーンにしますポーとか、戻して違いますポーとか、ドロップ踏みますポーとか言ってましたね。このやりとりはフェスの一つの楽しみと思っています。でも最後にはい以上ですポーお願いしますポーって言ってサウンドチェックは終わりました。それでいよいよサイちゃんがステージに出てきて、サイちゃんの叫び声が上がります。最後にミンチョから大丈夫ですの声が上がってリハが始まります。リハーサルの1曲目はアンリッシュでした。前方エリアだけかもしれませんが、待ってましたって感じで思いっきりシンガロングして、イントロで全力のチャントです。周りはみんな思いっきり声出てましたし、拳を突き上げる勢いもすごくて気持ちよく乗れました。サビに入って手を振り上げながら盛り上がって、当然全力でだんだんディディだんだんも叫びます。終演後の X で前方エリアの声がのぶとくて盛り上がったみたいなポストがありましたが、それに少しは貢献できたような気がします。感想でまた思いっきり拳を上げながらおいおい叫んで、もうかなりこちらのエンジンもかかってきていました。2メロもやって2サビに入ってだんだんディディだんだん叫んだあたりで演奏終わりになったと思います。曲終わりで小畑さんがかなみちゃんのギターをもう少し欲しいポーとか、ミンチョがサイちゃんをちょっと上げてくださいみたいに言ってたと思うのですが、場所的なものなのか声があまりよく聞こえずで、他にも喋っていたと思いますがあまりメモれませんでした。それで最後にあーちゃんがバスドラを思いっきりドコドコ鳴らして両手で丸を作って OK ですみたいな感じになりました。それで次の曲ヘイトに入ります。当然イントロで前方フロアは思いっきりのチャントで迎えます。音的には大丈夫になったんだろうと思うのですが、素人の私には聞き分けられませんでした。サビに入るとリハーサルなのに当然前方フロアはまた思いっきり盛り上がって手を振り上げます。感想に入って会場はちゃんとの声で満たされます。2メロに入ってフロアは本番さながらの手拍子で答えますが、2メロの途中でサイちゃんが突然歌うのをやめてステージをはけていきました。私的にはもうこれで OK って感じだったんでしょうか。2サビ終わりまで楽器隊だけで演奏してましたが、ヘイトのインスト版を初めて聴けました。2サビ終わりで演奏が終わって、小畑さんのお願いしますポーでリハは終了して、メイドさんたちがステージから一旦はけていきます。最後はあーちゃんが満面の笑みで手を振りながらステージアウトしました。思わずあーちゃーんと叫んでしまいました。それで再度スタッフの方たちが出てきてサウンドチェックに入ります。でも結構すぐにステージ横のスクリーンにネクストアーティストバンドメイドと表示されて SE のシェアリングが流れてきて大歓声と手拍子が会場に響き渡ります。いよいよ本番が始まります。2025年最後の球児のスタートです。そこにヤーちゃんを先頭にミンチョ、ミサさん、小畑さん、サイちゃんがステージに出てきて、さらに歓声とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。メイドさんたちが配置について SE が突然終わり、楽器がジャーンと鳴らされてフロアから大歓声が上がります。緊張と期待と興奮の中、ミンチョのリフが炸裂します。1曲目はレディートゥロックで始まりました。アーちゃんのブラストビートが体を揺らします。もうそのステージはいきなり盛り上がりマックスとなります。それで真ん中のお立ち台に立ったサイちゃんが歌い出して、もうフロアの興奮もマックスになります。ミサさんとミンチョもお立ち台に立って演奏してまして、小畑さんはコーラスがあるので定位置ですが、もう初っ端から全力って感じになりました。サビに入って思いっきり踊りながら盛り上がって、スクリーンにおって映されることもあって、思いっきりシンガロングしました。フェスでレディートゥーロック始まりはめちゃくちゃありだと思います。本当につかみはバッチリという感じです。感想に入ってまたミンチョとあーちゃんの掛け合いになりますが、そこにミサさんのベースと小田さんのギターが加わるので迫力満点です。当然フロアは全力のちゃんとです。2メロに入ってサイちゃんがさらにステージの前に出てきて歌ってくれるので、私の位置からは少し横顔が見える感じの近さでかっこいいボーカルを味わいます。Aメロ終わりのミンチョのギターフレーズとあーちゃんのドラムフィルを堪能し、小田さんのやめられないしやるしかないなーを目の前で浴びて痺れます。それで2サビに入ってまた踊って手を振り上げて盛り上がります。ガチ勢が前方を固めている状況でのレディートゥロックは楽しすぎます。シンガロングも気持ちいいです。サビ終わりでソロパートです。小田さんの短いソロからミンチョのギターソロです。もうミンチョがめちゃくちゃかっこいいですし、リサさんのベースもあーちゃんのバスドラも体に響いてきて、フロアのチャントも盛り上がります。ソロ終わりで落ちメロになって、フロアは手拍子で答えて、クライマックスのラスサビに入ります。もうあーちゃんのバスドラどこどこ思いっきり味わって、あのダンスをしながら手を振り上げながら興奮と盛り上がりマックスに前方フロアのめちゃくちゃ気持ちいい環境を楽しんで、サビ終わりからの最後のメロに入ります。
全力で手を振り上げながら見て聴いて、最後は思いっきり拳を突き上げて曲終わりを迎えます。かき回しも終わってフロアは大歓声と大きな拍手で満たされます。もう息切れしてハーハーしているところにさえちゃんの歌声で2曲目となるチューズミーが始まります。すぐに思いっきり手拍子してさえちゃんの歌に聴き入ってイントロで思いっきりのチャントです。この曲は前方エリアのみんなの息の合ったノリを後方にも楽しんでもらいます。1メロに入ってミンチョ小鳩さんの小気味いいリフと味わい深いミサさんのベースラインと気持ちいい感じのあーちゃんのドラムフレーズに乗せて歌うさえちゃんのボーカルを楽しみます。 B メロからは思いっきり体を放り出す感じで一拍空けてのチャントで盛り上がります。それであーちゃんのドラムフィルからサビに入って前方エリアは振り上げる手でいっぱいになりながら気持ちいいチューズミーのサビを楽しみます。2メロに入るとミサさんとミンチョがドラムの前まで寄ってきて向き合って楽しそうに演奏しているのを見れました。小畑さんも後ろを向いてあーちゃん前に集まる感じになります。それで B メロに入ってまた一拍空けてのチャントになりますが、ここのあーちゃんのフロアタムのフレーズも何百回聴いても大好きなところです。2サビも気持ちよく盛り上がって2サビ終わりでミンチョのギターソロです。真ん中の立ち台で気持ちよさそうにギターソロを弾くミンチョを思いっきりちゃんとしながら味わいます。ソロ終わりからの落ちメロを息の合った手拍子で迎えて I choose you の時に小畑さんがこちら方面を見ながら指さしてくれたように妄想してラスサビ突入です。この頃になるとフロアは異様な興奮状態みたいになって手を振り上げて盛り上がります。それで最後のメロに入ってまた思いっきりちゃんとしながら2回目のミンチョのギターソロを味わいますが、このソロも本当に何百回聴いても心が揺さぶられます。それで最後の最後、あーちゃんのフロアタムフレーズとミサさんのしびれるベースラインに乗せて歌うサイちゃんのボーカルに聴き入って迷わずチューズミーで思いっきりステージを両手で指さして曲終わりです。かき回しの中大歓声と拍手が沸き起こって会場のボルテージはもう最高になっています。続けての3曲目はプレゼントパーフェクトでした。一瞬静かになった会場にサイちゃんの歌声が響き渡ります。ステージが暗くなってメイドさんたちの顔が見えない感じの演出でしたが、サイちゃんの歌い上げるところで頭の上の天井がなくなって青空が広がっていくような感覚になりました。それで素晴らしいイントロに入って会場は我に返ったように全力のチャントで応えます。1メロに入って踊りながらこの素晴らしい曲を楽しんで B メロ後半くらいからはもう両手を上げてサビを待ち受けます。それでサビに入って手を前後に揺らす感じで歌詞も含めてこの曲のテーマをかみしめて最後小畑さんのシャウトも堪能してサビ終わりになって感想に入ります。当然会場は全力のチャントで拳を振り上げて叫びます。2メロに入って1メロからかなり変えてくるリズムとメロディーを楽しんで、特にサビ前の下がっていくような演出は本当に大好きでゾクゾクする感じになります。それで2サビに入ってまた気持ちよく手を前後に揺らしながら楽しみます。サビ終わりであーちゃんのドラムフィルからミサさんのスラップベースを経てミンチョのギターソロにつなげます。会場から大歓声が上がります。このミンチョのギターソロはかっこいいパターンのやつだと思っていますが、本当にかっこいいんですよね。ソロ終わりで落ちメロに入って会場から手拍子が鳴り響きます。ここは手拍子しながらサイちゃんの歌とミサさんの歌うようなベースに聴き入ってこの後の展開を想像してもう期待で胸がいっぱいになってきます。小畑さんの綺麗なコーラスも堪能していよいよこの曲のクライマックスと思っているサイちゃんの歌い上げるロングトーンとあーちゃんの盛り上げていくスネアロールを思いっきり堪能します。それで最高に盛り上がった状態でラスサビに突入しますが、ここは本当に目から汗が出てきます。思いっきり手を上げて揺らしながら最後のサビを楽しみます。小畑さんのシャウトがかぶせられてラスサビが終わってアウトロに入ってこの感動をお返しするような勢いで思いっきりちゃんとしてピタッと曲終わりになってサイちゃんのありがとうをもらって大歓声と拍手になります。ここで4曲目となるディリダリの電子音みたいな音が鳴ってイントロに入ります。サイちゃんが笑顔を浮かべながらクラップできるかとかいろいろ叫びながら手拍子を流してきます。当然フロアは思いっきりクラップしながらディリダリディリダリダリダのシンガロングに入ります。会場からのクラップに満足したサイちゃんが1メロを歌い出して気持ちよく踊りながら歌と演奏に聴き入りますが、サビ前のやばくってだるくってお忙しいことってところなんか癖になります。それでサビに入って手を振り上げながらこの楽しいサビを目と耳と体で味わいます。サビ終わりからミサさんのスラップに続けて小畑さんが歌う2メロに入ります。ここも私的に大好きなところです。B メロはまたサイちゃんのボーカルになってやばくってだるくってお忙しいからのサビへの入り方が1メロと違ってすぐに入るところもバンドメイドらしいというか民調らしい構成で感心するところです。1サビと違う歌詞の2サビも踊りながら楽しんでサビ終わりで本来ならソロパートに入るところでやっぱりブレイクが入ります。サイちゃんの CDJ は聞き取れましたが他にも思いっきりいろいろ楽
叫びを上げながら会場のクラップを誘ってきます。前方フロアは多分東京ガーデンシアターで完成版のディリダリを提携しているので、思いっきりクラップしながらリリダリリリダリダリダのシンガロングで声出します。さえちゃんが上手の方を指さして、ここクラップしてないよみたいに言ってたのがなんか余裕で楽しんでるようでいい感じでした。それであーちゃんのスネアロールが始まって、さえちゃんのそのままクラップ続けてに会場はクラップしたままになって、下手お立ち台に立つミサさんのベースソロに入ります。クラップとともに大歓声が上がります。続けては久保田さんのリズムギターソロです。当然ここでも大歓声になって会場はものすごい盛り上がりになります。続けてはあーちゃんのドラムソロです。笑顔でドラムを叩くあーちゃんの周りにミサさん、久保田さん、さえちゃんが集まります。このドラムソロも鳥肌ものですし、当然会場から大歓声が上がります。それでソロパートのトリを飾るのはやっぱりミンチョです。上手お立ち台で激しいギターソロを弾くミンチョを大歓声で迎えて聴き入って、ソロ終わりでソロ終わりからの落ちメロに入ります。ここはもともと手拍子するところですので、そのまま続けて会場は手拍子し続けてリリダリリリダリダリダのシンガロングです。本当にステージと会場が一緒になって楽しんで歌って演奏している感じです。それで1サビと2サビを連続させる感じのラスサビに入ります。もう本当にこの曲は気持ちいいです。汗が吹き出して止まらない感じになりましたが、この汗も心地いいです。ラスサビ終わりからのめちゃくちゃかっこいい締めで曲終わりとなって、一緒に楽しんだ会場から大歓声が上がります。そのまま続けて5曲目となるスーパーサンシャインのイントロが始まります。楽しい気持ちのまままた楽しい曲が来ます。当然会場からちゃんとの声が響き渡ります。A メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、ここのミサさんのベースってシンプルなのになぜか気持ちよくって体が自然に動き出すような感じになります。妙にミサさんとミンチョと小畑さんって書いていたので、後ろで集まっていたのかもしれません。B メロに入ってさらにリズミカルになって気持ちよく踊って、サビ前の小畑さんのシャウトを目の前で浴びてサビに入ります。会場は手を振り上げながらさえちゃんの歌に聴いて、私的にはスーパーサンシャインのところで拳を突き上げて楽しみました。感想でまた会場は大声でのチャントになって2メロに入ります。2メロでミンチョがあーちゃんと向き合う感じで後ろを向いてギターを弾いていたのが余裕でステージを楽しんでる感じで、こちらも楽しくなりました。それでまた小畑さんのシャウトから2サビに入って、サビも思いっきり盛り上がって、サビ終わりでミサさんのベースソロになります。会場から大歓声とミサーの叫びが上がります。私はミサさんを両手で指さす感じでベースソロを堪能します。それでサイちゃんが歌う C メロを挟んで、次はミンチョが真ん中のお立ち台でギターソロです。指をミンチョ方向に変えますが、すぐにちゃんとに切り替えます。ソロ終わりで B メロに入って手拍子で答えて、そこから落ちメロになります。ここは手を掲げながらさえちゃんの歌に聴き入る感じです。後半のあーちゃんの凄まじいスネアロールから小畑さんの長いシャウトで思いっきり気持ちよくなってラッサビに突入します。ラッサビはサビを2回繰り返す感じですが、サビに入るところで思いっきり盛り上がるので本当に楽しいです。サビ終わりでアウトロになりますが、私的には聞き込みが足りてないのか、まだ体が完全に覚えていないので、ちゃんと間違って途中でやめてしまったりしたのが反省点です。もっと聞き込んで脳を使わないくらいになっておこうと思いました。続く6曲目はドミネーションでした。ミンチョのリフで会場から悲鳴のような歓声が上がります。サイちゃんはもちろんですが、イントロで小畑さんがステージの前まで来てフラッピーフィジョンをかき鳴らしながら追ってきますので、会場のちゃんとの声もものすごく出てました。それでなのか珍しくこの時点でサイちゃんがありがとうって言ってくれてました。この曲も球児での土定番曲なので、前方エリアの盛り上がりの一体感を見せる感じになります。サイちゃんの歌に合わせて拳を振り上げて、サビ前の宣告せよではみんな思いっきり人差し指を立てた腕を高く上げます。それでサビに入って腕を振り上げながら、サイちゃんの煽りに出せる限り大声でのハローハローのコール&レスポンスをして、何百回見て聴いても盛り上がるドミネーションのサビを楽しみます。サビ終わりから忍者のギターソロ並みの感想で思いっきりちゃんとして2メロに入ります。2メロに入るとあーちゃんのところにミサさん、ミンチョ、小畑さんが集まりますが、ちょうど3人で右側、前、左側とあーちゃんを囲む感じに綺麗にひし形ができる感じでした。B メロ終わりのところでは手を振り回しながら歓声を上げますが、これもみんな自然にやるんですけどバッチリ息が合ってます。それでサイちゃんの Take over the world から2サビです。もう会場の後ろがビビるくらいの大声を出してやろうとハローハローを叫びました。サビ終わりでその前のブリッジに入りますが、ここは一拍空けてのちゃんとです。足元の枠のギリギリ前でさらに思いっきり振りかぶる感じで前のめりでちゃんとします。それでミンチョのギターソロになって大歓声が上がりますが、この日はノーマルバージョンでした。
それで C メロに入ってちょっと落ち着いて、最後さあ行くよって感じで宣告せよを叫んでラッサビに入ります。ラッサビでも出せる限りの声でハローハローを叫んで最後のメロに入ります。最後のさえちゃんの世界に響けに最後のハローハローで答えてアウトロに入ります。さえちゃんに煽られながら締めくくりの全力のチャントで拳を上げながら声を出して曲終わりの書き回しになります。書き回しの中でさえちゃんがありがとう CDJ とかおたけびを上げていたのですが、ほとんど聞き取れませんでした。でも次がラスト聞き取れて、もう終わりと思いながらも、そうなるとあの曲だよなと思った通り、2025年のラストとなる7曲目は What is Justice のミンチョの強烈なリフでスタートしました。イントロに入ってさえちゃんの煽りは当然ですが、小畑さんもギターをかき鳴らしながら顔で煽ってきますので、会場は本当に最後の力を出す感じでちゃんとして声を出します。1メロに入ってあーちゃんのタム回しに乗せてさえちゃんが歌い出します。ここは本当に味わい深い感じがします。B メロに入って踊りながら聴く感じになって、腕を突き上げながらメイスも叫んでミンチョのリフからサビに入ります。さえちゃんのハイトーンボイスを堪能しながら会場はお祭り騒ぎのように手を振り上げて盛り上がります。レディートゥロックで始まり What is Justice で終わるって、なんか今年を象徴しているようで感慨深くもなりながらサビを楽しみました。サビ終わりでさえちゃんのドンチューからまた超絶かっこいいミンチョのリフの感想に入って会場は全力のチャントになります。2メロに入って1メロとは違う A メロのリズムとメロディーとバックの演奏を味わって、 B メロでまた腕を突き上げながらゴーとも叫んで、私的にこの曲のクライマックスと感じているさえちゃんの白黒割り切れから2サビに入ります。ここは本当に盛り上がりますし、前方フロアも興奮マックスみたいになっていました。サビ終わりで C メロに入ってここは手拍子になります。最後のさえちゃんのロングトーンにかぶせてのミンチョのギターソロになりますが、今年最後のミンチョのギターソロです。ミンチョのソロを弾く姿を目に焼き付けて、ソロ終わりからのかっこいいリフでラスサビに入ります。もう最後が近づいてきたという寂しさとサビの楽しさを感じながら両手を上げながら盛り上がって、最後のさえちゃんのシャウトと小畑さんのコーラスを目の前で思いっきり堪能して、本当に最後となるアウトロに突入します。もう後ろはないので声が枯れるのも気にせず思いっきり声を出してちゃんとします。アウトロが終わって曲終わりの締めとなって書き回しになります。さえちゃんのありがとうございましたバンドメイドでした的なおたけびが上がるのですが、こっちも興奮していて全然聞き取れませんでした。でもとにかくそれに応える感じで思いっきり歓声と拍手をして、あーちゃんのドラムで書き回しが終わって会場は最後の大歓声と拍手に包まれます。大歓声と拍手で満たされる会場にコートさんのそれではこの後も楽しんでくださいポーバンドメイドでしたポーバイバイポーの挨拶で2025年最後となるバンドメイドのステージは完結しました。本当に1年間ありがとうございましたという感覚でステージを笑顔ではけていくメイドさんたちを見送って、初のカウントダウンジャパンのステージは幕を閉じました。前方エリアから退場するときに初めてパンパンになった会場を見て嬉しいのとちょっと誇らしい感じでコスモエリアを退出しました。大満足で放心状態みたいになっていましたが、乾いた喉と放出したエネルギーを補うべくエビチリチャーハンとビールを楽しんで軽井沢ソフトクリームまで食べたりしながら余韻を楽しみました。あとはアイナ・ジ・エンドさんを見たりしてお名手様たちと語らっていたら日もとっぷり暮れてきましたので、満喫したカウントダウンジャパンから帰ることにしました。クロークで荷物を受け取って2025年を振り返りながらバンドメイドに楽しませてもらった1年をかみしめて会場を後にしました。いやいや本当にこんなに年末ギリギリまでメイドさんたちを楽しむことができて、しかも前方エリアチケットのおかげで楽に前方で騒いで盛り上がることができて最高の1年の締めくくりとなりました。終演後は今回もバンドメイドすごかったみたいなポストが溢れてましたね。2026年もますます盛り上がりそうです。恒例のさえちゃんのポストはカウントダウンジャパン2526バンドメイドやってきたよ、見に来てくれてありがとう、クラップたくさんしてくれてありがとうね、とっても楽しかった、初 CDJ ありがとうございました、年内ラスト最高だった、今年も歌った、来年も頑張る、皆様良いお年をでしたね。本当に最高でしたし、クラップも腕が上がらなくなるくらいやりましたし、私的には初の CDJ でしたし、本当にたくさんの歌を聴かせてくれて最高の1年でした。2026年もこちらも頑張りたいと思います。2026年の予定はまだ詳細が出ていませんが、アジア、ヨーロッパ、北米の海外ツアーと2月11日の LINE キューブ渋谷、2月21日のナンバーハッチでの休時だけ決まっている状態です。あと3月21日か22日で台湾のメガポートフェスへの出演が決まりましたね。どうもチケットの一般販売は終わってしまっているようですが、なんとかいければいいなと思っています。そんな感じで今年もメイドさんたちはいろいろ喜ばせてくれるんだろうなと思ってワクワクしながら続報を待ちたいと思います。
最近恒例となりましたが、今回も素晴らしいリキャップムービーが作られてましたので、最後にそれを共有したいと思います。ご主人様、お嬢様、ハッピーニューイヤー。今年もよろしくお願いします。次第だ。Oh no, hello, hello again. Oh, 自分次第 Because your life それでいいんじゃない。不安の希望の Skip, skip, trip, trip。 カウントダウンジャパン出演終わりました。ありがとうございました。最高に楽しい給仕ができたと思います。ありがとうございました。それでは今年もバンドメイドにとって皆様にとって良い年でありますように願ってこのレポートを終わらせていただきます。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。